はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、女性ホルモンを増やしてバランスを整える方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは女性ホルモンを増やしたいと考えてはいないでしょうか？女性ホルモンは女性をですね、女性らしく綺麗にする美容面の働きであるとか、骨を強くしたり、自律神経を安定させるという健康面の働きがありますので、不足すると美容面や健康面のデメリットが出てきてしまうものなんですね。ですので、ほとんどの女性にとって女性ホルモンは増やしたいものだと思います。しかし女性ホルモンは年齢で減ってしまうものなんですけども、他にもですね、様々な理由で分泌量が減ってしまうものなんですね。そのためにそのデメリットを回避しようとして女性ホルモンを増やしたいと願っている女性が多い状況なんです。そこで今回は女性ホルモンが減ってしまう原因と、その原因を解消して女性ホルモンを増やしてバランスを整えるという方法をお伝えしますので、女性ホルモンを増やして綺麗に健康になりたい方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全部字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、女性ホルモンを増やしてバランスを整える方法についてお伝えしたいと思います。で、ホルモンというのは体の様々な働きを調整しているとても重要な物質で、現在ですね、100種類以上のホルモンが発見されているんですね。そのうちですね、女性ホルモンはというと、女性の卵巣で作られているホルモンで、女性の体作りであるとか、妊娠出産の機能のための働きをしているホルモンなんです。で、女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンという2種類があって、エストロゲンが女性らしい体作りをしたり、妊娠の準備を行ったりですね、プロゲステロンが女性の体を守ったり、妊娠を維持するという働きがあります。ですから、妊娠出産を考えられている女性にはね、もちろん重要なホルモンなんですけども、そうではない女性にとっても大切なホルモンなんですね。で、女性ホルモンが不足したりバランスを崩してしまうと、月経不順であるとか、無月経であるとか、月経困難症や月経前症候群といってですね、いろんな不調を起こしてしまう病気があるんですけども、こういった月経にまつわるトラブルであるとか、あるいは不妊症とか更年期障害とか骨粗しょう症など、若い時から老年期まで様々な時期で女性にとって辛い不調やデメリットが現れてしまうんですね。ですから女性ホルモンを正しく分泌できる体づくりが必須なんです。しかしですね、この女性ホルモンは年齢とともに分泌量が減っていってしまうんですね。これは妊娠出産を目的としているホルモンですので、月経が終わる閉経とともにどうしてもこの分泌量は減っていってしまいます。ですから、いつまでもね、その若い時と同じ量の女性ホルモンを出し続けるってことは不可能ですし、ただ単純に女性ホルモンを増やすっていうことはできないんですよね。ですが、閉経に伴って正しく女性ホルモンが減っていく以外にも、様々な原因から女性ホルモンが減っていってしまうんです。ですので、もっとね、本当は出せるはずなのに、50代、60代とかでね、通常の女性ホルモンも減ってしまったりだとか、あるいはそんな女性ホルモンが減る年齢ではない、10代から40代ぐらいの方でですね、何かしらの原因で女性ホルモンが減ってしまって、こういったデメリットが起こってしまうということがあるんですね。ですので、その原因をですね、解決することで、このようなデメリットや不調を予防したり改善することができるんですね。ですので、今回はですね、この原因とその解決方法をお伝えしていきたいと思います。で、じゃあですね、女性ホルモンの分泌を乱してしまうものに何があるかというと、大きく分けると3種類あるんですね。それが生活習慣の問題と、食べ物の問題と、そして体の問題の3つに分けられます。で、まず生活習慣の問題からですが、もしあなたがですね、女性ホルモンの乱れでお悩みなのであれば、まずはこれから試すべきなんですね。というのも、この問題を解消することがね、一番お金もかからないですし、対策としてもね、分かりやすいですし、行いやすいんですよね。ですから、あなたもね、やっぱり問題を認識しやすいですので、これは絶対ね、その問題になるだろうなっていうのが分かりますので、やっぱり取り組みやすいんですよね。で、生活習慣の問題には、過労とストレス、そして睡眠不足があります。で、過労はまず分かりやすいですよね。例えば、仕事であるとか家事とかですね、あまりにも忙しすぎて、働きすぎているとですね、内臓機能が低下してしまうんです。
内臓もね、人間の体と同じで働きすぎると疲れちゃうんですよね。で、そして女性ホルモンはですね、脳の視床下部というところからね、命令が出て、そして脳の下垂体という部分で、その中継してですね、そして卵巣でですね、この女性ホルモンが分泌されるんですね。女性ホルモンじゃなければね、甲状腺であるとか副腎とかも関係してくるんですが、女性ホルモンに直接関係があるのは視床下部と下垂体と、そして卵巣なんです。しかし過労によってこれらの内臓の働きが低下してしまうと、正常に指令を出せなかったり、ホルモンを出せなかったりしますので、女性ホルモンの乱れを作ってしまうんですね。ですから、疲れすぎないように適度な休息は必要なんです。で、ストレスもですね、疲労と同じように溜め込みすぎると内臓疲労を招いてしまいますので、ホルモンの分泌を乱してしまいます。ですから、ストレスを溜めないようにする必要があるんですけども、なかなかですね、上手なストレス解消方法できてない方が多いんですね。というか、ほとんどできていないんですよ。で、間違ったストレス解消方法には、例えばですね、パチンコであるとか、競馬とか、宝くじなどのギャンブルとか、ショッピングとか、お酒やタバコ、やけ食いとかね、暴飲暴食とか、ゲームであるとか、テレビやスマホなどの動画を見るとか、映画を見るとかね、こういったものがあります。これらはストレスをですね、解消できないばかりか、逆にストレスが溜まってしまう方法になりますので、お勧めできないんですね。で、簡単で効果的な正しいストレス解消方法であるとか、ストレスを溜めない体づくりについては、私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、ぜひそちらをご覧になってね、ストレス解消を実践していただきたいと思います。で、そしてストレスが解消できたら睡眠不足ですが、睡眠時間が足りていない方は睡眠時間を増やしましょう。で、睡眠時間は6時間半から7時間半が最適ですので、この範囲内に収める努力が必要なんですね。いや、私は忙しいからとか、私は子供の弁当を作らないといけないからとか、仕事が忙しくてね、どうしても寝る時間が1時とか2時になっちゃうんですよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そんな言い訳してもですね、あなたの体には睡眠時間が必要ですので、いくら言い訳しても体はごまかせないんですよ。ですから、ちゃんとした睡眠時間は確保してください。で、睡眠時間はですね、その6時間から7時間、6時間半からですね、6時間半から7時間半をですね、少なすぎても多すぎても、いずれは体に不調が現れてしまいますので、この時間をね、守るようにしてください。で、また、睡眠時間を長くしたいけれども、睡眠の質が低くてね、睡眠時間はなかなか取れないんですという方の場合には、これもですね、対策を私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、後で下の説明欄からね、こちらの動画もご覧になってください。で、このような生活習慣の問題が解決できたらですね、疲労を取ったし、ストレスを解消したし、睡眠時間も睡眠の質も上げましたと。そうしたら2つ目の問題、食べ物の問題を解消しましょう。というのもですね、ホルモンにはホルモンを作り出すための材料である栄養素が必要ですし、ホルモンが正しく働くためにホルモンを助ける栄養素も必要なんですね。で、これらが取れていないとホルモンを作れなくて、そして正しく働くことができないんです。ですから、必要な栄養素を取りたいところなんですけども、じゃあですね、ホルモンに必要な栄養素が何かっていうと、ビタミン B 群であるとか、ビタミン E とか、ビタミン D とか、ビタミン D、ビタミン K も必要ですし、タンパク質やアミノ酸も重要なんですね。で、他にもですね、マグネシウムやカルシウムとか、鉄とか銅などのミネラルも重要になってきます。ですから、ホルモンの分泌量を増やそうと思ってですね、この栄養素だけを取ろうということは不可能なんですよ。ホルモンにはそのアミノ酸が大切だからアミノ酸を取りますみたいな取り方をしてもですね、他の栄養素も必要ですので、やっぱりですね、そのいろんな栄養素をバランスよく取る必要があるんですね。でもね、例えばね、じゃあ栄養バランスのいい食事をしてくださいと言ってもですね、なかなか栄養バランスのいい食事って思い浮かばないじゃないですか。野菜とりあえずたくさん食っとけばいいのかなみたいに思ってもですね、そこにはタンパク質が足らなかったりとか、ミネラルが足りないってこともありますので、なかなか難しいところなんですよ。で、そのために簡単な食事法があるんですが、それが孫優しい食事というものなんですね。で、これはですね、健康を作るための栄養素が豊富で、なおかつとてもバランスがいい食事法なんですけども、これはですね、体にいい食材の頭文字をですね、集めた言葉なんですね。豆とかごまとか野菜とかね、こういった言葉を集めた言葉になるんですよ。で、この孫優しい食事を行うだけで、三大栄養素である糖質もタンパク質も脂質もね、バランスよく取れますし、そしてビタミンもミネラルも油のバランスであっても整えることができますので、めちゃくちゃ便利な食事法なんですね。ですので、ぜひこちらをね、実践してください。で、孫優しい食事についてはですね、これも別の動画で詳しくお伝えしていますので、あとで下の説明欄の方から、リンクからね、ご覧になってください。で、その上でですね、この食事法をした上で、女性ホルモンの働きを助ける食
食べ物が一つだけありますので、これをお伝えしたいと思います。それが大豆製品なんですね。で、これはね、孫優しい食事の、一部でもあるんですけども、豆類の一部になるんですけども、大豆製品はですね、そのイソフラボンといって女性ホルモンのような働きをするそのポリフェノールが含まれていますので、大豆製品を摂ることで簡単に女性ホルモンを女性ホルモン不足をですね補ってくれるんです。ですので、ぜひ女性はですね毎日この大豆製品を摂ることがおすすめなんですね。特にねその40代超えたあたりからねやっぱり女性ホルモンって減ってきてしまいますので、その異常がない方であってもですねこの大豆製品というのはちゃんと摂ってもらいたいものなんですね。で、大豆製品にはですね例えば納豆であるとかお豆腐とか油揚げ、蒸し大豆、豆乳とかきな粉、味噌などがあります。で、このうちですね、特に納豆は発酵食品ですから、その腸内環境的にもいいですし、蒸し大豆ですね。蒸し大豆もですね、その栄養価がとても高く維持されていますので、水煮大豆よりもね、もっと栄養素が保存されてるんですよ。ですので、これらを積極的にとっていただきたいですね。で、そして食事の問題は解決しましたと。そしてその上でですね、女性ホルモンの分泌を乱してしまう問題の3つ目ですね。3つ目は体の問題です。で、この体の問題というのは、主にですね、外傷、その体を打ったりだとか、そういったダメージを受けることによる、外傷を指しています。で、外傷によってホルモンに影響があるのかというところがね、なかなかわからないという方が多いんですけども、これですね、めちゃくちゃ関係があるんですよ。というのも、ホルモンを分泌するための器官はですね、先ほどお伝えした視床下部とか下垂体とか、卵巣があって、そして他にもですね、甲状腺や副腎などもあるんですけども、これらのその器官がですね、外傷によって衝撃を受けたりだとか、あるいはこれらの器官につながっている他の組織から引っ張られてしまってですね、緊張して働きが低下してしまうんですね。でね、これなかなかイメージしにくいかもしれませんが、これはですね、例えば事故をした車内にいる人がですね、事故をした時にね、その実際にダメージを受けるものはその車なんですが、それで人間もね、一緒に衝撃を受けてしまっているようなものなんですね。で、事故をした際にはね、実際にへこんだりとか、その傷ついたりするのは車ですけども、中にいる人間もですね、シートベルトを返して衝撃を受けていますよね。で、その事故をしてね、特にその体を打ってはいないんだけれども、数日してからね、不調が出てきてしまいますっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そのムチ打ちしてなくてもね。ですので、これと同じことがね、体の中でも起きているんです。ですので、その転倒したりだとか、転落したりだとか、その転んだりね、あるいはその落ちたりだとか、こういったその衝撃は体を伝って内臓に衝撃を加えて内臓を痛めつけてしまって働きを低下させてしまうんですね。で、特に女性ホルモンの場合には、女性ホルモンを分泌する卵巣が骨盤内に収まっていますから、例えばですね、尻餅をついたりだとか、骨盤を打つような経験があると、卵巣が強く緊張してしまって、働きが低下してしまって、女性ホルモン分泌が不足してしまうんですね。特にですね、そのバレエをしたことが、その経験がある方なんかはね、その骨盤を打つことが結構多いですから、こういった方はその卵巣の緊張が強い方結構多いですね。私が見た感じではね。で、また、関節のズレも大きく影響してきます。で、関節のズレというと、分かりやすいのは背骨なんですけども、背骨がずれてしまうと、様々な部位の血流障害を作ってしまうんですね。で、これがね、その表なんですけども、実はですね、体の各部位の血流というのは、それぞれの背骨から出されるですね、背骨の間から出される神経、自律神経によって調整されているんですね。しかし関節がずれてしまうと、この自律神経の働きを乱してしまいますので、各所の血流障害を招いてしまいます。全身一気に血流障害を作るわけではなくて、関節がずれているところの血流障害を作ってしまうんですね。で、血液が不足すると筋肉であれば緊張してしまってね、筋肉がバリバリに硬くなってしまって痛みを出してしまいますので、例えばですね、首の骨がずれてしまうと肩こりであるとか首こりとかがね起きてしまったり、腰の骨であるとか骨盤がずれてしまうと腰痛であったり、膝の痛みとかお尻の痛みとか足の痛みを作ってしまいます。これが主にね、その筋肉が痛いという方のね、肩こりであるとか腰痛であるとか、こういったところの原因なんですね。そしてですね、これは筋肉だけの問題だけはなくて、内臓にも血流が悪くなっちゃうんですよ。この、例えば背骨のね、この辺がずれてしまうと、その内臓へね、その腸であるとか胃であるとか、副腎とかね、その卵巣もそうですし、こういったところの
血流も悪くなっちゃうんですね。で、この内臓にですね、血流が不足すると、内臓の機能が低下してしまうんです。内臓ももちろんですね、その血流によって栄養を受け取らないといけないですし、不要物を排出しないといけないですから、この循環が悪くなると、働きが低下してしまうんですね。ですから、例えばですね、胃であれば、その消化能力が低下してしまいますし、腸であれば栄養の吸収に問題が現れてしまいます。じゃあ、卵巣の血流が悪くなるとどうなるかっていうと、女性ホルモンの異常が出てきてしまうんですね。ですから、こういった原因でね、その女性ホルモンが低下してしまって、その分泌量が減ってしまって、いろんなその女性ホルモンの症状を出してしまうんです。で、また、卵巣はですね、骨盤内に収まっていますが、子宮と卵巣は人体につながることによって骨盤に強く連結されているんですね。何もね、その骨盤の中にね、その液体の中にね、子宮と卵巣がね、プカプカ浮いてるわけではなくて、ちゃんとですね、その人体といって、強力な紐じゃないですけど、そのようなもので固定されているんですね。で、そのために子宮や卵巣は守られているんですけども、骨盤に歪みができてしまうと、あるいはズレが出てきてしまうと、逆にですね、この人体を介して子宮や卵巣を引っ張って緊張させてしまうんですね。で、子宮が緊張すると月経痛が強くなってしまったり、不妊症の原因になってしまいます。で、そして卵巣が引っ張られて緊張してしまうと、うまく働くことができませんから、このために女性ホルモンがうまく出せなくて、女性ホルモンの乱れを作ってしまうんですね。ですから、こういった原因でもね、その女性ホルモンが乱れてしまうと体の問題が関係しているんですね。で、また、女性ホルモンにはですね、脳の視床下部や下垂体も関係していますので、頭も重要なんですよ。そこで関係してくるのが頭蓋骨で、これはですね、一つの丸い骨だと思っている方が多いんですけども、実はですね、頭の骨というのは28個の骨がくっついて関節を作ってね、その構造体を作っているものなんですよ。ですから、頭を打つ経験があると、頭蓋骨もある程度ずれてしまいます。で、例えばですね、滑って転んで頭をコンっていうことでね、ずらしてしまう方も多いですし、何かが落ちてきてね、当たってしまったとか、小さい頃に階段や鉄棒からね、落ちてしまって、その頭を打ったことがあるという経験も、経験がある方も要注意ですね。そして、出生時の問題というのもあります。で、普通の出生方法の場合にはね、普通分娩といって、お母さんの骨盤内を通って、出生されてくるものなんですけども、例えばですね、骨盤の歪みがあったり、子宮が緊張してしまっていると、妊娠が不安定になってしまったり、その赤ちゃんがね、骨盤内を取ることができなくて、帝王切開という方法でお腹から取り出したりですね、吸引分娩といって、赤ちゃんの頭にですね、吸盤のようなものをくっつけて、引っ張って出産するという方法を使う場合があるんですね。しかしですね、出産のメカニズムって、とてもすごくてですね、神秘的な働きがあって、実はですね、赤ちゃんはそのお母さんの骨盤を通るときにですね、お母さんが生きむ際に強い力でこの頭蓋骨をね、矯正されて出てくるんですよ。きれいにされて出てくるんですね。しかしですね、帝王切開の場合にはお腹からね、そのまま出てくるわけですから、そのズレが矯正されていなくてですね、特にね、何かダメージを受けたわけではないんだけれども、ずれてしまっているケースがとても多いですし、吸引分娩の場合にはですね、頭に吸盤をくっつけて、その強い力で引っ張るわけですから、いくらね、そのお母さんが生きんでもね、看護師さんが上からお腹を押さえつけても2人がかりでね、押さえつけたりするんですよ。出てこない場合にはね。押さえつけても出てこないのに、それなのに吸盤をくっつけてね、その引っ張るとめちゃくちゃ強い力ですから、それで赤ちゃんって出てこれるんですよ。だからそれぐらい強い力が頭にかかっていますので、これで頭蓋骨がずれてしまっているケースも結構多いんですね。でね、これらはね、その赤ちゃんとお母さんの命を守るために行う方法ですので、確実に必要な方法なんですが、どうしてもやる必要はあるんですよ。ですけども、このような問題も作ってしまうんですね。で、頭蓋骨のズレがあると、視床下部や下垂体を緊張させてしまったり、血流障害を作ってしまいますので、こういった原因からもね、女性ホルモンの乱れを作ってしまうんです。ですから、このような体の問題を解消して、女性ホルモンを正しく分泌できるようにするためには、内臓の緊張を緩和する必要がありますし、背骨や骨盤とか、そして頭蓋骨までも含めたですね、その関節の矯正というのも必要になってきます。そしてその他にもね、いろんな体を整える必要があるんですね。じゃあそれができる方法って考えるとですね、一般的な整骨院であるとか整体院とかじゃ無理なんですよ。あと病院でもね、難しかったりするんですよね。で、例えばね、そのお薬もらってもね、そのずれた関節というのはそのままですから、それもやっぱりなかなか効果ない方もいらっしゃいますし、ほとんどのね、整骨院とか、整骨
院ではね、物理療法といって電気を流したりとかマッサージをして終わりですから、なかなか問題って解消できないですし、整体だと整体ってもね、結構マッサージを行うところが多いんですけども、マッサージでは筋肉が柔らかくなりますけれども、内臓や関節の問題っていうのはそのままですよね。でまた頭だけを精通したりとか首から下だけを精通したりするお店もあるんですけども、内臓とか頭蓋骨、背骨、骨盤というのをね、これらは全て改善できるわけではないですから、やっぱり不十分なんですね。でもしあなたがですね、今までこれらのお店に行っても改善しなかった経験があるんであれば、それはですね、この全てに対してアプローチができていなかったという可能性が高いんです。だからこれら全てを改善する必要があるんですね。でそれをね、その全て解決する方法が何かっていうと、これがオステオパシーという方法なんですね。でオステオパシーとは1874年にアメリカで作り出された都市療法で、古くには骨療法であるとか整骨医学ともいうふうに呼ばれていました。ですから骨をですね、とても大切に扱っている施術法なんですね。そしてオステオパシーは骨だけではなくてですね、内臓やリンパとか循環の問題や、内分泌系、そのホルモンですよね、そして精神までも含めた施術で改善を目指す医学なんです。でオステオパシーではこれらの問題を全て解決する施術を行いますが、実はですね、私の整体院ではこのオステオパシーによる施術を行っているんですけども、今までにもですね、この女性ホルモンの問題が治らなくて困っている女性がたくさん来られたんですよ、もうすでにね。で月経痛がひどいであるとか、10代の方とか結構多いんですよね。月経痛がひどいですとか、あるいはその産後からひどいですという方もいらっしゃいますし、月経が不安定であるとか、頭痛や肩こりなどのね、月経前症候群がひどいという方とか、不妊症の方もいらっしゃいますし、更年期障害の方などさまざまな病院や整骨院とか整体院とかマッサージとか漢方とか鍼とかいろんなものをね、その思いつく限り全て試したけれども改善しないという方がやっぱり来られるんですよね。でもそれらの方でも改善されているんです。だからそういった方はね、やっぱりこれらのその問題をね、全て解決できていなかったから今まで治らなかったんですね。ですので今回お伝えした生活習慣の問題と食べ物の問題を解決することはもちろん取り組む必要がありますし、今後のね、健康のためにも美容のためにこのまぐわさしい食事もとても大切ですしね。なんですが、体の問題を放置したままでは改善しない可能性もありますし、その体の問題って放置してるとどんどん悪化していきますから、もっともっと問題がひどくなっちゃってね、治りにくくなるし症状もひどくなっちゃうんですよね。ですので今ね、もし何かお悩みなのであれば、ぜひこのオステオパシーを試してみてください。ただね、オステオパシーは習得するためにとても時間がかかる施術で、10時間とか20時間とか、そんな時間ではね、とても習得できないんですよ。100時間200時間でも厳しいんじゃないかなとは思います。ですからオステオパシーができるお店自体がもともと少ないですし、施術する方によってその効果がピンキリなんですよね。例えば3時間学んでもオステオパシー私はできますって言いますし、100時間学んでもオステオパシー私はできますっていうふうに、その違いがなかなか分かりづらいじゃないですか。ですからそのオステオパシーができる、ちゃんと治せる方と治せない方もいらっしゃるんですよ。ですので、都農場の方はね、私の整体院があるのでいいんですけども、もしですね、県外の方でとか、遠方の方でね、オステオパシーを受けてみたいという方はですね、私と一緒にオステオパシーを学んでいる仲間が全国にいますので、もしね、遠方の方はね、ぜひ私にご相談ください。で各都道府県にいるわけではないですけども、あなたが住んでいるところにね、できるだけ近い信頼できる、施術者の方をね、ご紹介させていただきますので、もしね、試してみたいという方は、ぜひ、ご連絡ください。でお問い合わせ方法は、下の説明欄であるとか、コメント欄に LINE のリンクがありますので、そちらからお問い合わせください。ご相談無料ですからね、LINE からのご相談無料ですので、ぜひご相談ください。で、また、オステオパシーについてですね、もっと知りたいという方は、オステオパシーってどんな施術なのか、あるいは研究報告からも科学的に支持されているオステオパシーの効果などもご説明していますので、そちらはですね、下の説明欄にあるリンクからご覧になってください。で、女性ホルモンはね、全ての女性にとって正しく分泌されていないといけないものなんですね。で、最近ではね、サプリメントであるとか、注射とかでね、その外から足すっていう方も増えていますけども、そうすると自分の体が分泌できなくなってしまいますし、女性ホルモンが少なすぎたりとか、多くなりすぎたりとか、それでもね、やっぱりいろんな問題が出てきてしまうんですよ。ですので、ぜひですね、今回の方法を実践されていただいて、あなたの体はですね、正しく女性ホルモンを分泌できるように、今回はいいきっかけだと思ってメンテナンスするために頑張ってください。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログは下の説明欄にリンクありますので、そちらからご覧になってください。
で、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。